綺麗なギャザーができますので、こうやって目打ちで押さえながら縫っていくと。こんにちは、福工房の小村です。今回は簡単に寄せれるギャザーの縫い方を説明していこうと思います。まずはこういうスカートやワンピースのこういうウエストはぎの下によくあるギャザーのような長い距離に寄せるギャザーのやり方と、あと洋服の後ろとかにある短いギャザーの寄せ方をやっていこうと思います。まず最初に、ちょっとこれは見本なので若干短めなんですが、この距離に対して約2倍のギャザーを寄せるやり方をやってみようと思います。ギャザーを均等に寄せるには合い印が重要な役目を果たします。なるべく細かく合い印が打ってある方が縮める時に、バランスが見やすいので、今回は4分の1に縫い代1センチの時を想定してやります。4分割をしてそれに合わせてギャザーを寄せていきます。縫い代1センチを省いて、ちょっと折り目をつけておいて印を入れていきます。この印はよくわかるように長めに印をすると良いです。特にギャザーの方はギャザーが寄ってしまうと印がわからなくなりやすいので、分かりやすいように長めに合い印を入れるとか、あと糸印をすると良いですね。ちょっと折り目をつけてから印をしていきます。これでこの下側の方にギャザーを寄せていきます。まず最初に、下糸も出します。今回分かりやすいように上糸を赤で下糸は黒でしています。長く10センチぐらいは長く伸ばしておきます。そして縫い目を粗くしていきます。生地によってこの粗さはいろいろなんですが、このぐらいの綿麻素材でしたら縫い目を3ミリ、通常2ミリぐらいで縫うものを3ミリに大きくしていきます。これで返し縫いをしないで、これ縫い代が1センチしかないので、出来上がりよりも長く、7ミリぐらい長く縫い始めます。返し縫いをなしでまず7ミリで縫っていきます。最後も10センチぐらいは長く残して切ります。もう1本縫いますが、もう1本は縫い代1センチなんですが、それを飛び越えた 1.3 センチのところを縫っていきます。1.3 センチが分かりにくければ、1.5 センチでもいいんですが、ここ針板に目盛りがあるので、そこに印をしておくと分かりやすいですね。これは多少歪んでも大丈夫です。長く伸ばして切ります。これで7ミリと布端から 1.3 センチ2本粗い目で縫うことができました。粗ミシンで縫ってきました。これ上糸赤、下糸黒で縫っているんですけども、
これ上糸と下糸を一気に引っ張って縮ませてしまうと、目がつんでしまってギャザーにならないので、これはどちらか一方を引かないといけないです。で、どちらか一方って言ってもどちらかっていうと裏側になる方を引っ張ると良いです。今回、ちょっとこの赤い糸の方が裏側として設定して合い印も打ってるので、裏側のこの赤い糸のみを2本一緒に引っ張ります。いきなりぐっと引っ張ってしまうと糸が切れることがあるので、少しずつ優しく糸を引っ張ってギャザーにしていくと良いです。で、この距離になるぐらいまで縮めておきます。これはもう左右から引っ張ってきます。このぐらいでいけますね。これで合い印をまず合わせます。これで合い印を合わせたので、あとは均等にならしていきます。ギャザーの寄せ方が少ないところはもう一度ちょっと引いて合わせていきます。中心からこういうふうに持って、ここの待ち針から待ち針の間のギャザーが均等になるように、こうやってならしていきます。こう見てもらったら分かるように、一番ギャザーがきれいになっているのはこの糸と糸の間が一番ギャザーがきれいになっているので、今回 7mm と 1.3 センチで縫ったんですけど、これ縫い代1センチの時なので1センチはこの糸と糸の間になってきます。この一番きれいなところとギャザーが均等できれいなところを縫っていくようにするために、1センチをまたいで2本粗いミシンで縫っています。これできれいに均等に寄せることができたので、あとは1センチで、目の粗さは普通の縫い目に戻して1センチで縫ってきます。1センチで縫います。ミシンの押さえでギャザー、せっかく寄せたギャザーが押され気味になるので、こうやって目打ちで押さえながら縫っていくとギャザーが押されずにきれいに縫うことができます。ギャザーをきれいに
縫うことができました。ただここに1本はみ出て残っている糸があるので、これは後からほどいていきます。これで均等にきれいにギャザーを寄せることができました。ただ、この生地は目が割と粗い生地なので針跡が残らないんですけども、コットンタイプライターなど目の積んだ生地だと針跡が残ってしまうので、そういう時には、この1センチの縫い代の内側を縫うといいです。5ミリと8ミリの2本をこの縫い代の内側に縫っておくと、後からほどく糸はないので、針跡が残るっていうことはないので、目の積んだ生地だったらちょっと今のこの、7ミリと 1.3 センチのやり方はできないです。はい、こんな感じでやってもらったらきれいにギャザーを寄せることができます。次に短い距離の、10センチ程度に縮める短い距離のギャザーの入れ方をしていこうと思います。基本的に縫う幅も同じです。ただ最初に返し縫いをするっていうことが違うところです。ちょっと縫ってきます。距離の短いギャザーを入れていきます。縫い目は先ほどと同じように粗い縫い目で縫っていきます。何が違うかというと、最初に返し縫いをするっていうことですね。で、出来上がりよりも1センチ長く縫っていきます。まず7ミリを返し縫いをして縫います。最後も1センチ長く縫ってください。そして上糸も下糸も10センチ程度長くしてから切ります。もう1本縫っていきます。もう1本は 1.3 センチのところ、布端から 1.3 センチ、出来上がりから1センチ長くで縫っていきます。同じように返し縫いをします。10センチ程度の短いギャザー縫いの時には、片方返し縫いをして縫っていきます。なので、縫い終わりの方だけ引いていきます。これも同じように裏側の糸だけを引いていきます。この長さになるぐらいまで引いていきます。この長さまで、距離を縮められたら、一旦この糸は結んでおくと後々縫いやすいです。これで合わせていきます。ギャザーを均等に振り分けます。はい、ギャザーが均等になったのでミシンで縫っていきます。1センチで縫ってきたので、このはみ出た糸を切っ
っていきます。均等にきれいに縫うことができました。これでアイロンをかけていきます。アイロンは縫い目がぴったりとこう出るようにして、ギャザーにはあまりアイロンをかけないように縫い目を出してかけていきます。ギャザーをふんわり見せたい時にはこのぐらいでいいですが、ちょっと押さえたいような時には軽くこの辺も蒸気アイロンをかけておくとちょっと押さえられた雰囲気のギャザーになります。こんな感じで綺麗なギャザーができますので、皆さんもやってみてください。